皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。ブレワイの魚鳥村と風沢のプロロ島の似ている箇所について気づいたことをお話ししていきます。物語の核心に触れるようなネタバレはありません。まずこんな感じで進めていきますという例を一つ紹介します。渦巻き。魚鳥村にはシーカーシンボルの中に小さな渦が乗っかっているブレワイ作中でも他では見たことがない特徴的なマークがありますね。あれはこの村の中でも宿屋と宝箱の博打屋の2つの家屋だけみたいです。この渦巻きの形なんですが、時のオカリナの魂の神殿の後の姿だと考えられる風のタクトに登場する大地の神殿にある渦巻きととてもよく似ているんですよね。僕はこの大地の神殿がトワイライトプリンセスの世界線における砂漠の処刑場と同じものだと考えています。要するにどちらも魂の神殿の後の姿だと思っているということです。これについては機会があれば一つの考察動画として別でお話ししたいですね。話を戻しますが、魚鳥村には他にも数種類の違った渦巻きがあるんです。家の中にはこういった形のシンボルもあります。渦巻きは封印を表しているとか風を表しているとかいろいろ思ってましたけど、これを遠目で見ると魔王ガノンが持つ三叉戟トライデントとガノンのイニシャルアルファベットの G が合わさって一つのマークになっているようにも解釈できます。もちろんその他の渦巻きは逆向きのものも見つけられるのでちょっと弱いんですけどね、村人が猟に使う森を表しているのかもとも考えてみましたが、見てみると普通の返しがついただけの先端が分かれていないタイプの森でした。ゼルダゲームに出てくる各作品の入りや文字はカタカナとひらがなを混ぜたような文字、アルファベットの形を少し変えたものなどいろいろありますが、ブレワイの文字はアルファベットを崩したタイプの文字ですね。そしてブレワイの世界での古代文字とされているシーカー文字もアルファベットかと思います。これについてはまだ調べている途中で、魚鳥村とゾナウ族やガノンの関連もわかりませんが一応置いておきます。考察材料にお使いください。はい、こんな感じでこの動画を進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。ブレスオブザワイルドの魚鳥村が風のタクトの主人公リンクが暮らしている島プロロ島の後の姿なんではないかという都市伝説は皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。村全体の家と山との位置関係、2つに分かれた山、ブレスオブザワイルドのハイラルでもよく見るはしごで登っていってたどり着く物見台の存在、海に面していてヤシの木がたくさん立っているところなどいろんな理由が挙げられますね。しかし同一のものではないと否定できるポイントも結構あるんです。山や家屋の縮尺の矛盾があったり、なんといっても村の位置と全体の向いている方角がまるで違うんですね。そしてこれらを説明できる材料が見つかっていません。ブレワイの他の地方でもなぜここにこれが移動しているのと思えるような説明できない建物がいくつか登場していまして、それらはもしかしたらブレワイ続編で何らかのヒントが得られるかもしれませんので、この動画ではひとまずそれらの否定材料をあえて無視して、ここ似てるよねとかこれとこれは関連ありそうだよねというポイントのみ紹介していきます。他にも風のタクトのデザインの特徴であるデフォルメによる大きさの解釈の違いなどありますし、魚鳥村がプロロ島の後の姿かは確定ではないんですが、今回は2つは同一のものと仮定してお話を進めていきます。では見ていきましょう。ブサイク岩と岩ロック。プロロ島のおばあちゃんの家の裏の水からさらに高いところに行くと、ゲーム内でブサイク岩という名前で親しまれている巨大なモアイ像のような岩があります。それをどけると勇者の試練というダンジョンへの入り口である穴が出現します。この穴の位置がブレワイではどこに当たるかというのは正確にはわからないんですが、ウーロコ岬あたりなんですかね。関係あるかはわかりませんが、そこに着く途中にはボコブリンの骸骨アジトがあったりしますね。風のタクトでは同じ位置と思われる場所で最初のボコブリンたちと出くわします。話を戻しますと、こじつけるとすればこの穴と下に広がる試練の間を利用してムオジームの祠を作ったんだと考えられなくもないですね。
そしてどけた巨大な岩が後にゴアナ峡谷の岩ロックになったというようなシナリオでしょうか。近場なのでついでにお話しするんですが、風のタクトの精霊ジャブー様が避難していた洞窟がこれらの位置関係に当てはめると、ヤシの遺跡が埋まっている洞窟に当たるのかもしれません。もちろん関連は不明です。引き続き調べていきますね。ラブポンドと山の上のハート。ブレワイ作中では魚鳥村の祠の反対側の山の上にラブポンドと呼ばれるハート型の池がありますよね。ボーイハントに来ていたゲルド族の女性となんとも頼りない青年とを忍びそうでくっつけるというイベントがあったところです。ざっくりですみません。こっち側の山には実は風のタクトでもハートが出てきます。それがこれなんですが、木を切り倒したような跡ですかね。それともただのくぼ地なんでしょうか。僕にはこの形がハートに見えたんですが、皆さんはどうでしょうか。ラブポンドと結びつけるにはちょっと弱いですかね。小さい池。魚鳥村にもプロロ島にもリンクの家から左奥に進んだ先に小さい池があって、ブレワイの方には2種類の斧が沈んでいます。茶色っぽい斧とネズミ色っぽい斧です。神々のトライフォースでは武器を入れると妖精が出てきて、正直に答えるともっといい武器をもらえるという金の斧、銀の斧のオマージュが垣間見れるんですが、それとの関係がありますかね。そしてもう一つ気になったことがありまして、こっち側の山は風のタクトでいうところのリンクが橋を渡った先の山でしょうけど、その山には岩で塞がれた穴があって、中には大妖精がいるんですね。そしてブレワイのこの池の水は横にある山から滝として流れている水が溜まったものだとは思うんです。その水がどこから流れてきたかなんですが、それが風のタクトのこの山の妖精のいる場所だとも考えられなくないでしょうかね。今回紹介した以外のこれ似てるよねと言える共通点について情報をお持ちの方はコメントで教えていただけると助かります。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。